今日のテーマは日本軍の主力拳銃として終戦まで活躍した14年式拳銃です。後にアメリカ軍から威力不足だと批判されたにもかかわらず、実は極寒の戦場においては完璧に計算され尽くしたエンジニアリングの結晶だったという。そうなんですよね。兵器といえば真っ先に威力や弾の数なんかを気にされるかもしれません。しかし今回の深掘りでは単なる銃のメカニズムにとどまらず、当時の兵隊や地政学的戦略、そして物理学といった深い視点からこの14年式拳銃の本質をあぶり出していきます。この銃を紐解くと、当時の日本がどのような世界を見据えていたのかが非常にクリアに見えてきますからね。早速そのルーツから掘り下げていきましょう。14年式拳銃を理解するには、その直接のベースになった南部式自動拳銃というモデルを知る必要がありますよね。そうですね。南部式自動拳銃が開発されたのは1902年、明治35年のことなんですよ。日本の銃器設計の第一人者である南部喜次郎という人物によって生み出されました。1902年、それって日露戦争が始まる2年も前の話ですよね。はい。第一次世界大戦が起きるよりも10年以上前の時代です。その時期にこれほど完成度の高い自動拳銃が日本で誕生したというのは実は驚異的なことなんですよ。当時の日本の工業力は欧米の列強に完全に追いついていたわけではありませんからね。確かに当時の写真を見ると、これドイツのルーガー P08 にそっくりじゃないですか。細長いシルエットとかグリップの角度なんかは特に。それは鋭い指摘ですね。パッと見のシルエットは確かにルーガーに非常に似ています。一方で中身のメカニズムは全くの別物なんです。別物ですか？はい。南部式には一般的な自動拳銃にあるようなスライドが存在しません。じゃあスライドがないのにどうやって次の弾を装填するんですか？南部式の場合、バレル、つまり銃と一体化した筒状のレシーバーの中にボルト、日本語では遊艇と呼ばれる部品がすっぽりと包み込まれるように入っているんです。発射の反動でまずバレルとレシーバー全体が数ミリだけ後ろに後退してロックを外します。ふむふむ。その直後、中のボルトだけが単独でシャコンと後ろにスライドして空薬莢を弾き出し、新しい弾を装填する仕組みです。つまり銃の上半分全体が派手に動くのではなくて、外側はほとんど動かずに中の筒だけが高速で往復していると。まさにそうです。ルガーのシャクトリムシのように関節が曲がるトグルアクションとも違いますし、コルトのようなスライド方式とも違う。これは完全に日本独自の非常に精巧で複雑なメカニズムでした。いやー、見た目は似ていても中身は全くのオリジナルだったんですね。はい。この独自のメカニズムと加工精度の高さから、後にアメリカ軍がこの銃を接収して評価した際に、日本は一級品の兵器を作り出す能力を持っている証だと高く評価しています。アメリカ軍にそこまで言わせるなんて、世界が認めた独自メカニズムだったわけですね。ただ兵器の世界において完全にゼロからのオリジナルっていうのは珍しいですよね。ある意味他国の優れたコンセプトを模倣し、パクリ合って最適化し合うのが軍事技術の歴史でもありますし。おっしゃる通りですね。南部式にも戦術的なコンセプトとして強烈な影響を受けたお手本が存在しました。お手本ですか？それがドイツのモーゼル大型拳銃です。モーゼルというとグリップの前に弾倉があるほうきのような特徴的な銃ですよね。そうです。南部式には8ミリの大型モデルと7ミリの小型モデルがあったんですが、特に8ミリモデルはモーゼルの影響を色濃く受けていました。モーゼルと同じようにグリップの後ろに木製のストック、つまり重傷を取り付けてライフルのように片当てして構えることができる機能がありました。さらにですね、500メートル先まで狙いを調整できる照射、つまりリアサイトというパーツまで備わっていたんです。ちょっと待ってください。拳銃って本来数十メートル以内の近接戦闘とか護身用として使うものですよね。なんで拳銃でそんな500メートルも先のターゲットを狙う必要があったんでしょうか？普通はそう考えますよね。当時は歩兵が持ち歩く武器のラインナップに穴があったんですよ。と言いますと？遠くを狙えるライフルとごく近くで使う拳銃のちょうど間の距離を埋める銃がすっぽり抜け落ちていたんです。なるほど。ライフルは遠くは狙えますが連射ができませんもんね。拳銃は連射はできますが遠くには当たりません。
軽機関銃もまだ未完成の時代でした。だからこそ拳銃の手軽さを持ちながらストックをつければ200メートル先にも当てられて連射もできる銃が魅力的だったんですね。その通りです。そして日本が予想戦場として見据えていた中国大陸でこの強みが発揮されました。そういえば中国大陸ではモーゼル大型拳銃が大量に使われたらしいですが。そうなんです。当時の中国大陸は清朝の末期から中華民国への過渡期で義和団の乱が起きたり軍閥同士の内戦が頻発したりと極めて混乱した状態にありました。そして当時の中国大陸では諸外国からの兵器輸入に様々な制限がかかっていました。特に1919年には欧米列強と日本による対歌舞伎禁輸規定が結ばれて正規の軍用小銃、つまりライフルを中国大陸に輸出することが極めて難しくなっていたんです。なるほど、国際的な禁輸措置があったんですね。でも拳銃はその対象外だったんですか？ええ、そうなんです。拳銃はあくまで護身用という建前があったため禁輸の抜け穴として大量に大陸に流れ込みました。なるほど。ライフルが手に入らないから馬族や地方の軍閥たちは拳銃を強化してライフル代わりにしようとしたんですね。まさにそういうことです。当時の歩兵の戦う距離は遠くてもせいぜい300メートル程度でした。はい。そこでモーゼルにストックをつけて狙えば200メートル先でも十分に当てることができる。しかも一発ずつ手で起こすライフルに比べて連射が効くため弾の膜、弾幕を吐くことができるんです。相手にとっては相当な脅威になりますね。大陸の戦闘においてこの戦術的なメリットはうってつけだったんです。そう考えると大正14年1925年に南部式自動拳銃の8ミリモデルをベースに改良を加えたモデルを陸軍が14年式拳銃として採用したのもそういった中国大陸での影響もあったということでしょうか？それは間違いありません。というのも14年式拳銃の前のレボルバー式の拳銃26年式拳銃を更新する理由の一つに連射性能と威力不足が挙げられていたからです。あ、ちょっと待ってください。26年式のリボルバーって使用する弾の大きさは9ミリですよね。はい、9ミリです。で14年式は8ミリですよね。弾の直径が小さくなっているのにどうして威力が上がるんですか？まさにそこが誰もが抱く疑問ですね。確かに26年式の弾頭は9ミリと大きいんですが銃口から飛び出すスピード、つまり銃口初速が非常に遅かったんです。弾速が遅いため貫通力が圧倒的に不足していました。スピードが遅いと貫通力が落ちる。それがなぜ問題だったんですか？満州の気候を思い出してください。満州の冬？ええ、冬の満州はマイナス数十度にもなる極寒の地です。敵は分厚い防寒着をがっちり着込んでいます。古い9ミリの弾はスピードが遅くその分厚い服を撃ち抜けなかったんです。だからこそスピードが約2倍もある南部式の8ミリが選ばれたわけですね。ええ、射距離100メートルから木の板を撃ち抜く試験の記録があるんですが、はい、古い26年式は厚さ3センチの杉の木しか撃ち抜けませんでした。3センチの杉、それだと分厚い服を抜けるか不安ですね。ところが14年式は松の木を約12センチも撃ち抜いたんです。それはすごい差ですね。これなら分厚い満州の防寒着も確実に貫通できる。14年式は見事にそのミッションをクリアしたわけですね。ええ、しかし話はここで終わりません。高い貫通力を評価されて採用された14年式ですが、後に太平洋戦争で14年式を評価したアメリカ軍はストッピングパワーに欠ける敵の動きを止める力がないと低い評価を下したんです。でもおかしいですよね。実際アメリカ軍のコルトガバメント45口径は約22メートルから撃って松の木を15センチ貫通するそうです。ええ、14年式も50メートルから撃って 13.4 センチ貫通するならそこまで差はないんじゃないですか？木の板を貫通する力だけならそうなんです。でも相手が人体となると話が違うんですよ。貫通力が高いからといって殺傷力が高いわけではないと。ええ、人体にダメージを与えて突進してくる相手をその場で食い止めるストッピングパワーには弾頭重量、つまり弾の重さが極めて大きな影響を与えます。14年式の8ミリ弾の重さは約100グレイン。はい。一方のアメリカ軍のコルトは200グレイン以上、なんと倍以上もの重さがあったんです。倍の重さ？それは全然違いますね。人体に命中した時動きをピタッと止めるには
弾の重さによる衝撃が必要なんです。重たい弾でガツンと衝撃を与えるわけですね。ええ。日本の軽い弾はスピードが速い分体を抜けてしまって敵がすぐには倒れないことがあったんです。じゃあ防寒着を撃ち抜くためにスピードを上げたのに結果的に敵の動きを止めるエネルギーが足りないと言われたってことですよね。これって設計上の失敗だったんでしょうか？いいえ、決して失敗ではありません。日本が求めたのはジャングルでの近距離の重い一撃ではなく、広大な中国大陸で遠くまでまっすぐ飛び分厚い服を撃ち抜くことだったからです。なるほど。アメリカ軍とはそもそも予想戦場が違ったんですね。戦う場所も相手の装備も。その通りです。だからこそ14年式の弾はライフルの弾のようなボトルネックと呼ばれる先が細くなった形状をしているんです。拳銃なのにライフルみたいな形をしてるんですね。ということは火薬を多く詰め込んで軽い弾を猛スピードで打ち出すことで遠くまでまっすぐ飛ぶようにしたということですね。はい。日本軍は一撃の破壊力より分厚い防寒着の貫通力と平野での直進性をあえて選んだんです。極めて論理的な選択だったことがわかると思います。なるほど。なんだかパズルのピースがカチッとはまった気分です。兵器の価値っていうのは単なるカタログスペックの優劣ではなくて、機構や敵の装備、兵站といった前提条件で全く変わってくるんですね。全くその通りです。そしてその環境への適応を物理的な形として証明するもう一つの象徴的なエピソードがあります。何ですか？1925年に採用された初期型の14年式は引き金を囲むトリガーガードがごく一般的な丸い形をしていました。しかし1939年昭和14年になってこれが前にぐっと大きく突き出たダルマ型と呼ばれる独特な形状に変更されたんです。ここまでの文脈からすると答えは明らかですね。わかりますか？はい。満州の極寒環境へのさらなる適応じゃないですか。マイナス数十度の世界で分厚い防寒手袋をしたままでも引き金に指を入れて確実に撃てるようにトリガーガードの空間を広げたんだ。完璧な考察です。戦場の教訓が銃の物理的なデザインそのものを変えていったんです。独特なダルマ型のシルエットは大陸の厳しい環境に必死に適応しようとした歴史の証人と言えますね。なるほどな。14年式はへんてこな形をしたただの古い銃でもストッピングパワーに欠ける劣った武器でもありませんでした。当時の日本が直面していた極寒の満州という予想戦場の環境が導き出した最も合理的で論理的な答えだったんですね。はい。作られた道具には必ずその時代のその場所ならではの切実な理由が刻み込まれているということがよくわかります。本日の深掘りの時間はここまでです。もし今回の動画を楽しんでいただけましたら高評価とハイプをお願いします。また最新の動画をお見逃しないようにチャンネル登録もお願いします。また次回新たな探求でお会いしましょう。